2020年7月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。7月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらにブルームーンのカード、不可能を信じるというメッセージのカードが出ております。このカードは、このカードデッキの中ではラッキーカードなんですね。そして、こちらにセブンスターシスターズというカードとカップのクイーンが出ておりまして、この組み合わせで見ると、こちらにも書かれていますけれども、何か創作をしている方、表現している方、とても良い時期なんですね。このご自身の内側からも表現する、生み出すっていうエネルギーがとても高まってくる時ですし、それはご自身の感性、美意識っていうものを活かせるもの、そしてその生み出したものがあなたの人生を変えるっていうふうに言われていると思います。この時期はご自身の生み出したいっていう思い、表現したいっていう思いがとても高まる時でもありますし、それを表現できるような場所とか、不可能だと思えていたような場所を手に入れることができるっていうふうにも言われていると思いますので、この信じるっていうことをまずはされてみてください。自分を信じる、自分の才能を信じる、不可能だと思っていたようなことを信じる、自分ができると信じる、そういうふうに言われていると思います。そしてこういう創作とか表現とかとは無縁というような生活を送っている方にとっても、人は誰しも自分自身を作ってるんですね。そして自分自身を表現している。これをしていない人っていうのはいなくって、毎日作り続けて表現し続けてるんですね。ですので、この時期はご自身が生み出した言葉だったり、ご自身が表現している行いだったり、そういったものがあなたの人生を変えるっていうふうに言われていると思います。この人生を変えるという意味で、とても大きいのがこのワンドの7なんですね。こちらにセブンスターってありますけれども、この7が2枚出てるっていうのも大きなメッセージで、ちょうど7月ということもありますので、この7番ととても良いご縁があるんじゃないかなと思います。このワンドの7の絵なんですけれども、ポール・セザンヌのカード遊びをする人々という絵が描かれておりまして、こちらにロバート・ルイス・スティーブンソンの言葉が書かれております。直訳いたしますと、人生とは良いカードを持つことではなく、弱い手をうまくプレイすることにあるという言葉です。この時期、どんなカードがあなたの手に回ってくるかっていうこともとても強いメッセージかなっていうふうに思いました。そのあなたの手元に回ってきたカードを使ってどうやってプレイしていくのか、それが不可能を可能にすることにもつながってくるんですけれども、ある方にとっ
っては一発逆転っていう感じもするんですね。人生の一発逆転ですね。例えばこの弱い手っていうのがあなたの人生にとって弱い手ですね。自分の中で弱点だって思っていたようなことが、この時あなたの強みに変わる。何かを生み出すとか、何かを創作するとか、何かを表現するにあたってのあなたの強みに変わっていくとか、この弱い手が回ってきたからこそ気づけるようなものにであって、それが何かを表現すること、あなたが誰かにかける言葉だったり、誰かへの行いとして現れてくるとか、こちらにソードの銃が出てますけれども、この弱い手っていうのは、例えば去年までの水亀座さんのリーディングでは、自分の殻に閉じこもっていたような方がいらっしゃるのかなって思ったんですけれども、そういう自分の弱さっていうものがここに生かされてくる。それは過去の大失恋っていうこともあるかもしれないんですけれども、そういったことがあなたが自分の人生の中でこの弱い手だと思っているようなものが、このあなたの人生を表現していくにあたって役に立っていく。そういう奇跡のような出来事が起きてくるっていうことも言われていると思います。この創作だったり表現というのは、先ほども申し上げたように、自分を表現する、日常で自分を表現するということでもありますし、何かしらの芸術活動とか創作活動をしている方でしたら、文字通りその作品を生み出していくこと。あと、この絵のように、ご自身の体を使って表現しているような方がいらっしゃいましたら、まさにこの通りなんですね。ですので、ご自身の能力を使って行われるあらゆる創作、あらゆる表現方法っていうものがこの時活かされてくる。あなたが不可能だと思っていたようなことが可能になっていく。この表現することで現状を変えていく。そういう力強いエネルギーですね。それで今回もう一つ強いメッセージが女性性なんですね。この女性性を生かしてくださいっていうふうに言われています。確かに去年ぐらいからすごく色濃いんですけれども、この女性性っていうものがこれからのテーマになってくるかなっていうふうにも思いますので、もしわからないという方がいたら、研究してみるっていうのも、これから生き抜いていくためにとても良い知識になるかなっていうふうに思います。そして、この創作や表現につきものなんですけれども、この失敗とか、あと傷ついてしまうっていう恐れですね。実際こういう表現活動、創作活動をしている方だと、もう何回も経験してると思うんですけれども、認められなかったり、間違った受け取り方をされてしまったり、批判されてしまったりとか。でもこの時、とても良い相談相手に恵まれるっていうふうに思いました。この女性性の強い人。ですので、この評価を仰ぐ人っていうのにも気をつけてくださいって言われていると思いました。例えば、こういうのをインターネットとかで公開している人の場合だと、その中には悪意のコメントをしてくる人とかっていると思うんですね。そういう人ではなくって、きちんと自分で選んで見てもらいましょうって言われています。一回、ここまで傷ついてしまうと、立ち直るまで結構時間がかかると思いますので、その点気をつけてください。このアザーズっていうのを不特定多数にしないっていうことですね。そしてこれはプライベートでご自身を表現しているような人、SNS でご自身の日常を配信しているような人も要注意かなって思うんですけれども、この時とても表現が冴えてると思うんですね。
それはご自身の撮る写真だったり、映像だったり、言葉だったり、あと視点とか、そういったものがとても冴えているので、アクセスがいつもよりも多くなるとか、そういった現象が起きてくると思うんですけれども、そういう風に見る人が増えるっていうことは、こういう悪意のコメントをする人も増えてくる。そういう風に言われていますので、その場合もすぐに人に相談してほしいと思います。この時期はご自身の感性や美意識っていうものを活かして、そして表現していくこと、作り出していくことによって現状を変えていくような時になると思うんですね。ご自身の準備もできているし、過去の経験も十分あるし、だからこそこの時を迎えているっていうふうに言われていると思います。こういうエネルギーっていつまで続くかわからないんですけれども、次のリーディングまだしてませんので、この時期本当に大切に過ごしていただきたいなと思います。それで最初に戻りますけれども、この信じる、あなたがまず信じなければ何も始まらない。ですので、この時期はあなたがあなた自身をどれだけ信じているのかっていうことを試されている時っていうふうにも言い換えられると思います。それでは7月1日から15日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。